電気住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。怪談説法なので、あまり怪談部分がですね、怖くないというふうなコメントもいただくんですけども、中にはめちゃめちゃ怖いので、もう怪談飛ばして聞いてますっていう方もおられたり、人それぞれ何が怖いっていうこと違いますね。例えば虫で言うと雲とか、蛇とかいますけども、私はどっちかっていうと蛇は大丈夫なんですけど、雲はちょっと怖いなとか、人それぞれ恐怖は違いますが、中でも私が怖いのはですね、実は高所恐怖症なんです。もう少し高めの椅子の上に立つのもですね、ちょっと怖い。もしかしたら前世私はなんか高いところから落ちて死んだんじゃないかなっていうぐらい、高いところが不得意なんです。幸いですね、このお寺のお坊さんをしてますと高いところに登る必要がないので、良かったなと思ってたんですが、実は今回ですね、どうしても高いところに行かなくちゃいけないような状況に私が置かれまして、行ってきたお話をさせていただこうというふうに思います。それはですね、とある、テーマパークといいますかね、にあります大きな観覧車があるんです。実はこの観覧車で小さな子供の手形、これがたまに浮かぶので、お客様から苦情があったっていうんですね。で、必ずその苦情っていうのが、乗ってる最中に子供の手形が急に浮かんできた。で、吹こうとしたらどうやら外かららしいんですね、手形が。だからこれが怖いとなったんですけれども、この苦情がある観覧車、観覧車っていくつも部屋がありますね。その中のとある番号のこの観覧車でいつもこの苦情が来るっていうのが分かったんです。ですから、申し訳ないですけど、三木住職一段乗ってもらってですね、そこでお経を一周してる間に、読んでもらえませんかというふうなことがあって、私は透明のガラスで外の景色が見えるエレベーターなんかでもダメなのに、ましてや観覧車はちょっと怖いなと思いながらも、ご依頼を受けたわけですから行かないわけにいかないということで、行ってきました。それでまずゆっくり回る観覧車、私乗り込みましてね。で、向こうのスタッフの方も気を使っていただいて、私貸し切りなんですよ。お坊さんがね、隣の観覧車の部屋の中でお経を読んでるとなると、他の方心配されますから、私だけが、時間外に乗らせていただいて、ずーっとゆっくり上上がっていく。で、ここからは集中してお経を上げなくちゃいけないと思うんですけれども、このどんどん上がっていくとですね、すごい恐怖心が私に芽生えてきたんですが、集中しようと思ってそこでずっと南無妙法蓮華経お経を読み始めるわけです。不思議とこのお経を読み始めますとですね、私の心もスーッと落ち着きを取り戻しまして、お経に集中するようになってきたんです。お経に集中できてるな。もうそれすらも忘れて懸命にお経を読み終えて、気がつくとですね、もう下の方まで来てたんです。もう少しだな。それでも私にとっては非常に怖いなと思って、早く着いて、我に返ったように私はそう思ってますと、突然、そんな、なんか息を吹きかけるような音がしたんですね。で、なんかはーっという感じの声か音がしたなと思うと、また再びはーっと聞こえてくるんです。で、何かなと思って周りを見渡しますと、この観覧車の窓の部分にですね、誰かが息をはーっと吹きかけてるんです。そしてその部分にペタッと小さな子供の手形がついたんです。なるほど、これのことかと思って私ずっと見てたんですけど、なぜかですね、私その手形に手を添えようとふと思ったんです。そしてパッと手を触りますとね、もう急激に眠気が襲ってきましてね、私思わず寝てしまったんです。目をつぶって寝てはいけないと思いながらも、その手に触れながらスーッとだんだん眠くなってきた。で、目を閉じてますと、私の頭の中に小学生ぐらいの女の子がまさにこの観覧車の中に乗ってる風景が見えてくるんですね。そしてその女の子がちょこんと座って、その前にはご両親らしき人が、お父さんとお母さんらしき人が座ってるんです。この女の子、お父さんお母さんに向かってこう言うんですね。なぜ神様は私を連れて行くのかな。悲しそうにそう言ったんですね。
そうしますと、それを聞いたお父さんお母さんが、いやいや大丈夫大丈夫。病気は必ず治るから、心配しなくていいから、励ましてられるんです。どうやらこの女の子っていうのがおそらく病気なんでしょうね。うわーかわいそうだなと思ってますと、この両親が立ち上がってその子をハグしようとするんです。ハグしようとした瞬間、その女の子がふーっと消えるんです。で、両親がキョロ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 この観覧車の中でその娘さんを探しているような様子が見えたんですね。その瞬間私またさっと目が覚めましてね。で、気がつくとちょうど観覧車が下まで来てたんです。そして私降りましてね、今一度観覧車に向かってお経をあげさせていただいて帰りました。それ以来この女の子の霊っていうのは、その観覧車には出てこなくなったそうです。おそらく、亡くなった方が行かれる場所へ行かれたんだなというふうには思うんですけれども、前も、お話ししたかもしれませんけれども、人間の命っていうのは鉛筆に似てるんですよね。ですから一本の鉛筆、二つ仮に一緒の長さの鉛筆があったとしたら、よく文字を書く人にもらわれていった鉛筆っていうのは早くなくなって、いわゆる死を迎えますね。なかなか物を書かない人にところにいますと、これ鉛筆もなかなか減ることがなくて長生きしますけれども、いずれもこの長さ分の仕事をしてこの世を去っていくんですね。おそらくこの女の子も私たちからすると非常に早くに亡くなってますけれども、鉛筆と一緒でですね、一つの役目を終えたので、あの世へ行った。なんとなく神様に命を取られたなんてね、思われる方もおられるかもしれませんけれども、そうではないんですよね。ちゃんと役目を終えられたので、あちらへ行かれたわけです。生きるっていうことはですね、私たちはたくさんの命をいただいて生きてるんです。私なんかもそうですけれども、お魚の命をいただいたり、草木の命をいただいたり、いろんな命をいただいて、今、三木大雲は生かされてるわけですね。この命をいただいている、この感覚をいつも忘れずに持っていないといけませんね。この女の子はおそらくお父さんお母さんとは離れたくなかった。もう少し長生きしたかったんでしょうけれども、早くにお役目が終わったので、あの世へ先に行かれましたけれども、これは神の采配ではないんです。その子自身のやっぱり命の役目の終わりなんですね。ですから長生きしたり短かったりすることに、私たちはこうだ不幸だというふうなことを言うべきではないなというふうに思います。それとこの女の子が長生きしたいと思ったのと、もうこの思いとですね、自ら命を絶ちたいと言われる方もおられますけれども、これは非常に自分の役目を途中で投げ出してしまうことにもなりますので、どうかですね、私たちがいただいた命、この命の代表者、主役こそが今生きている私たちですから、どうか、いただいた命に感謝しながら、皆さん自分の役目というものを務めていただけたらなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これにて終わらせていただきます。どうもありがとうございました。